それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、恋人と結婚できますか？こちらは交際の方向けリーディングです。ですが、好きなお相手と照らし合わせてご覧いただくこともできます。では、行っていきます。よろしくお願いします。1番は、ジェネアイコです。早速、お二人の今のバランスっていうところを見ていきます。では、お二人のバランスはこちらのタロットカードから見ていきます。では、お二人の今のバランスっていうところを見ていきます。あなたの方は、今、お相手に対して言いたいことをなかなか言えていない、自分の思い通りにいかない、我慢しているっていうのが出てきています。今、耐えているような状態。物事が停滞しているのかもしれないし、自分の願いに向かって進んでいないような、またはお相手があなたのことを振り回しているというふうにあなたが感じているのかもしれません。そうですね。それで自分が耐えているっていうふうにね、感じてる、我慢してるのかなっていうふうに感じますね。この本心っていうところも、ここね、2枚があなたを表すカードなんですが、この本心っていうところも見ていっても、自分にとってこのお相手なんだっていうのはもう決まっているし、今結婚したいっていう思いが強くなっています。そうですね。あなたの中でお相手と添い遂げたい。そのためだったら、多少自分が苦労してでも、忍耐してでも、それを成し遂げていきたいんだ。結婚までたどり着くように頑張りたいんだっていうふうにね、ずっと頑張ってる、耐えてるよっていう方もいるでしょうし、結婚した後も、もしかしたらね、自分が多少どこかこう譲ったりとか、我慢したりとかするようなところが出てくるかもしれないんだけど、でも、尽くす愛としてね、お相手に捧げていきたいとかね、そのようなお気持ちも見えています。そうですね、なんかこう耐えているっていうところもあるんだけれども、でもあなたは尽くす方なんじゃないかなって思うんですよね。その中で喜びを見出すことができる方なんだと思います。中には耐えることが難しい人もいるんですよね。だから途中で諦めちゃったりとかするんですけど、あなたはでも忍耐強く乗り越えていきたい。自分が尽くす側になって、そこに喜びを見出すことができる方なんですね。はい。そして、これがこのお相手にピタリと今ハマっていて、お相手かなりこのあなたに依存しているところがあるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。甘えていたりとか、多少わがまま言っても許してくれるんじゃないかとかね、そういうところが出てきています。今のお相手ですよ。なので、多少これぐらい無理聞かせてもいいんじゃないかとかね、そういうところもお相手の方で出てきてる。そしてあなたもそれを受け止めて、それを良しとしてるのかもしれない。あなたの中でお相手のこういうところが自分は支えていきたいんだっていう風に納得していらっしゃるのかもしれないし、中にはねぐっとこらえていてちょっと譲っていたりとか、やっぱり耐えられないって思っている方もいるかもしれない。だけど今の2人のバランスとしては、あなたがお相手を支えていってるんだっていうのがもうここ明確に出てきています。でもちょっと今のお相手不安定かなっていうのが出てますね。依存や誘惑を表すデビルのカードだったり、またこれですね、ムーンのカード、不安定さを表します。お相手は何かしら目に見えない心との葛藤だったり、迷走していたり、迷い込んでいたりとかね、そういうところが出てきています。そうですね、ここどうしたのかなっていうね、いつものお相手らしくないなっていうところもあるかも。で、一方ではとても魅惑的な方、魅力的な方っていうのがあるから、モテるんじゃないかなっていうのが出てます。今のお相手、モテオーラを出している。本人が意識していなくても出ているので、
それを感じ取って、このお相手のこといいなって思っている異性が他に現れたりとかしているかもしれない。引き寄せているかもしれませんね。本人が自覚していなくても。それぐらい今魅力が溢れているっていうのが出てるんですね。神秘的な魅力っていうのがあるかも。この方のファンみたいな形で崇拝していますに近いぐらいのね、そんな慕っています、憧れていますとか、そのようなちょっと遠くから引いて憧れ的な存在としてこのお相手をね見ている方がいるかもしれないっていうぐらいね、魅力が今溢れているですね。本人が多分自覚していないと思うんですけどね。そういうところもあるし、この人自身も今ちょっと不安定な中にいるので、何かに依存しやすかったりとか、今はそこがあなたっていうところもあるんですよ。もちろん今交際しているからあなたに依存していたり甘えていたりとか、または中にはね嫉妬していたりするところがあるかもしれない。あなたのことを束縛していたりとかね。だからあなたが何か制限を受けていて、例えばね、連絡したら24時間以内に返信してねとかって言われていたりとか、他の異性と遊んじゃダメだよっていうふうに言われていたりとか、交際しているから週末は一緒に過ごそうねとかっていうふうな約束事を交わしているかもしれない。っていう、そういう意味でお相手からの束縛とかね、そういうことも出てるかも。そうしないとこの人が今不安なんだっていうのも伝わってくるんです。でもあなたの方がしっかりとしてるから、心がねしっかり今してる状態だから、なんとかねこのお相手があなたがしっかりしているおかげで今自分が立っていられるっていうようなところもあるんですよ。なぜお相手がそこまで不安定になっているのかなっていうところを少し深掘りしていきましょう。ルノルマンカードからもらっていきます。例えば連絡、コミュニケーションのやり取りだったり、そうですね、やっぱり嫉妬、束縛っていうのはお相手の方からもあるでしょうし、逆にあなたがそれを求めているっていう可能性もあります。連絡の頻度っていうのが入ってくるかなと思いますね。または周りのことを気にして動かなきゃいけないとか、お相手が人前に立つような目立つ方なのかもしれない。そしてそれを支えるあなたなのかもしれないし、この2人の関係性も気になるところなんですが、ハウス、家のカードですね。お相手、家だからまさしくご家族のことだったりとか、今自分がそうだな、守りたいものもあるのかもしれません。愛情を傾けているもの、対象としてあなたももちろん入っています。自分が安心したいっていうのが一番入ってくるかな。安心する場所を求めているっていうのもあるし、それはもちろんあなたっていうところなんですが、2人でその家を築き上げていけるのかどうかってことに対しての不安なのかもしれない。何か一度お相手との間でいざこざがあったり、喧嘩しちゃったり、大きく揉めたことありますか？今結婚っていうことで見ているので、結婚について話し合いを重ねていたんだけど、一回ダメになっちゃったりとか、価値観の違いか何かで行き違ってしまったりとか、衝突しちゃったりとか、結婚しようっていうところで向かっていったんだけど障害があるとか、周りのことかもしれない。お相手がかなり不安定な状態っていうのは今入っています。そしてやっぱり心の中で家庭、家族っていうのが入っています。ご自身のご家庭のことに問題がなければ、あなたとの家庭を築くことっていうのはまず心の中にちゃんとあります。どんな風にこの家庭を築いていこうかっていうところを考えていたり想像していたり、これはでも心の中にあるんですけど、やっぱり結婚に対する不安っていうのも少しあるのかなと思いますね。もう少し探っていきましょうか。何度か結婚に向けて話し合いを重ねていって、で何回かこう流れていってしまったりとか、曖昧になってしまったりとか、またはあなたを長期的に待たせてしまっているなっていう風に感じているかもしれない、お相手が。でも
根本的にこの方家庭っていうところが心の中にあるから、この方の家庭、理想の家族観だったりとか、そういうところでちょっと引っかかっているところがあるのかもしれない。自分にとって理想の家庭ってどんなものなんだろうか、まだ想像できない、はっきりと見えてこない。自分の心の中でこんな感じ、なんとなくこんな風にしたいとか、安らぎが欲しいとか、そういうことは感じているんだけど、まだ具体的に形に言い表すことができないのかもしれない。家族間のことに対して悩んでいたり葛藤していたり、そしてそれをうまく表現できなかったり、結婚のことになると何か言い合いになってしまうようなことがあるとか、または自分の中で覚悟をしっかり決めないと結婚っていうところまでまだ持っていけないっていう、お相手のまだ覚悟決まってないよっていうのが出てるんですね。まだちょっと不透明でも、それは自分がそうしたくてそうしてるわけではなくて、多分この人の心の中の引っかかりっていうのがあるんだと思う。例えば幼少期の自分の家族のことの問題だったり、自分の家族っていうものに対するイメージがまだ湧いてこないとか、あまりいいイメージを持っていないのかもしれないし、あなたのことを大事にしてるんだけど、結婚するんだったらっていうところで見るんだったら、まだこの人の中では足りていないものが自分の中にあるんじゃないかっていうふうに感じてたりとか、そのようなことがあって、結婚に対して今不安定だし、今のあなたとの関係性においても結婚っていうのを視野に入れるとまだ不透明なんじゃないかな。どちらかというとあなたの方はしっかりともイメージしてるんじゃないかなと思います。理想の未来とか結婚像っていうのがちゃんとあって、でもこのお相手はまだそこに対して見えていなくて、そこに対してのズレとかっていうのを今感じてるのかなとは思います。何回か過去にやり取りしたことがあると思いますよ、結婚のことについては。こちらがアドバイスカードです。ジャッジメントのカードが入ってます。諦めないで取り組んでいきましょう。で、これは刷新を表すので、2人にとってより良い関係性やより良い家庭、理想の家庭っていうところについて2人で歩み寄って築き上げていくっていうのがまずね、アドバイスとして入っていますから、本当の基本のところかもしれないんだけど、2人でこのお家を築き上げていくんだよねっていうところで、これはあなたがリーダーシップを取っていくわけでもなく、お相手がリーダーシップを取っていくわけでもなく、2人でっていうところを意識してっていう風にも入ってきています。そして周りのことを考える必要はあんまりありません。例えば自分の友人がどんどん結婚していって焦ってるとかね、なかなかお相手の方で踏み切ってくれなくてとかね、そういうことを考えている方もいるかもしれない。逆にお相手も周りのことを気にして動けないとか、そういうところもあるかもしれないけど、周りと比べるのはやめようって。そして大事なことは対面、ちゃんと面と向かってね、時間を作ってじっくりと取り掛かっていくのが本当は一番大切って。メールで済ませたりとか、ちょっとしかない時間の中で済ませるようなことじゃないから、しっかりと時間をかけて取り組んでいくことっていうのが、アドバイスとして入ってますね。積み重ねていくことも大切です。これは自分の行いが結果となって返ってくる、このようなメッセージも今伝わってきます。自分たちの行いを振り返ってみましょうっていうことで、あなたの中ではここを通していきたいんだよねっていうような思いっていうのが、強い思いね、あるんじゃないかなと思うんですね。ただ今それお相手とじゃあ噛み合ってるのかなっていう風になった場合、客観的に見ると噛み合っていないのかもしれない。あなたからしてみたらはっきり決めてほしいとかね、結婚に向けてまたね再度取り組んでいきたいとか、もうそろそろね、今なんじゃないって、そろそろなんじゃないって待ちわびてるよっていう風な方もいると思うんですね。より良い結果、つまり結婚、自分たちのゴールというか、それがまたつまりは始まりでもあるんですが、結婚っていうところに向かってね行くのであれば、今自分たちの中で見直してより良いものへしていかなければいけないんじゃないかなっていうアドバイスカードです。何をどのように変えていくのか、どんな風にしたらより良くなっていくのか、それぞれの関係性で今
あなた自身が確かめてみてください。今自分がしっかりと握っている信念ね、自分の心のこれだっていうふうに思っているもの、強く信じているものっていうのは果たしてお相手と一致してるんだろうかとか、自分自身の見直しかもしれないし、2人の中の関係性の見直しかもしれません。ただより良いものにしていけるからねっていうアドバイスだから、より良いものにしていけるために気持ちをまだ前向きにして取り組んでいきましょうっていうのがあります。まだモヤモヤしていたりとか、はっきりしないなっていうところを感じると思うんですが、このお相手もね、自分の中で覚悟決めなきゃなっていうふうには感じているっていうのは出てるから、この人が本当に心の中の傷として家庭っていうところに不安感を抱いているのであれば、まずそこをケアしていかなければいけないだろうし、このお相手も自分自身で乗り越えていかなきゃいけない、何かねあなたを待たせているのじゃないかなっていうふうに感じるんです。結婚っていうことに対してね、この人がまだ待っててねっていうような言ってるような気がします。もう少しだからとか、もう少し後、になってから結婚っていうのに持ちかけていこうとか、その働きかけをしようっていうふうに思っていたり、あなたにもう少しとか、あと何年とか、そういうのように具体的に言ってる可能性もあるのかなと思いました。はい。では今のお二人のバランスっていうところを見ていったので、結婚できますかっていうところに対してもっと具体的に掘り下げていきます。ちょっとね、今あなたの方で我慢を強いられているような、通したくても通せない何かがあるような、そんな風にも感じますね。何回か結婚について話し合ったりもしている、交際している2人だからね、結婚のことを考えたりとかしているんだけれどもっていうところなんじゃないかなっていうのは出てきましたね。ではこの後続けて見ていきましょう。では今度はこちらのタロットカードから見ていきます。結婚できますか？はい、では見ていきます。そう、ジャスティスがね、2枚目出てきていますね。そうですね、自分の信念、自分の信じる道っていうのがいかに大切であるか。でもこれはあなただけではなくて、お相手もね、2人のことだから、お相手もそうなんですよね。自分たちの信じる道っていう風に捉えた方がいいんじゃないかなっていう風に考えています。はい、では見ていきましょう。やっぱり結婚っていう風になると、そうですね、ソードのページさんも2枚目ですね。こことここが入ってきています。なのでかなりこのソードのページさん、ジャスティスっていうところが大きく作用してくるんじゃないかなと思います。で、結婚っていうのを視野に入れていなかった時、お付き合いし始めた時とかね、そのような時はすごく軽やかだったんだって、2人でもう結婚っていうのもなんとなくイメージしていて、明るい気持ちでまず交際がスタートしたんだって、割とフットワーク軽く、今とまた違った付き合い方だったんじゃないかなっていうのが入っています。お互い手を取り合ってわーっていう風にね、もう純粋に無邪気にはしゃげるような、そんな恋愛からスタートしたんだ。ワクワク感が止まらないとかね、2人で会える時の喜びとかね、そういうことを今思い出してみてくださいって。だけどそこから長い年数今お付き合いされていますか？はい、そして今現在なんですが、わーっていう風にね、純粋な気持ちから少し年を取って年を重ねて、ハーミットのカードが入っています。今現在はお互いが自分の中の答えっていうところを見ているところですね。考えています。それは結婚っていうことに対して今一度考えてみようとか、今2人で長い年月過ごしてきて、結婚っていうところの向かっていくんだったら、
自分の中で今向き合わなきゃいけないことあるんじゃないかっていうふうにお互いが感じていたりとか、何か考え事をしたり見つめているっていうようなカードが入ってきています。だからこっちとまた少しね意味合いがちょっと違う感じかなって。付き合い始めの頃っていうのはすごく楽しくてとか、もう楽しさだけが今生きがいなんですとかね、お相手とデートすることがもうワクワクドキドキで、これがもうすごいギュッて詰まったような、そんなスタートだったんですが、今ちょっと立ち止まって考えているところ、振り返ったりもしているし、今まで歩んできた道を振り返りながら、さあこれからどうしていこうか、どうしたらいいだろうか、どうすれば正しいんだろうか、自分の中で問いただします。お互いがねっていう風になっていくんですが、やっぱり近未来っていうところはここやっぱり入ってきます。そしてこれが周りを表すカードなんですが、ペンタクル5が入っているので、環境的にちょっと厳しいかなっていうのがまず入ってきます。で、一つは生活面だったり経済状況っていうところ。ペンタクルっていうのは自分の肉体だったり、目に見えるもの、お金だったり生活のことだったり、目に見えることっていうのを表しているので、そのことに対しての少し欠乏感だったり喪失感だったり、何か不足感だったりとか、困難な状況っていうのを表すんです。だからその健康状態的にどうかな、メンタルどうかなっていうこともそうかもしれないし、生活の安定しない、そうですね、お金がなかなかたまらないとかね、貯金がとかね、結婚に向けての資金がとか、そういうことかもしれないし、または周りの状況なので、周りから例えば反対されてるんだよねとかね、どうしても周りのこと気にしちゃうとか、それは周りと比べるだけじゃなくてっていうところも入ってくるかもしれない。いきなり仕事を辞めちゃったとかね、そういうことになるかもしれないし、かなりこの経済状況、肉体的なこと、お仕事、生活、そして自分たち以外の対人関係、つまり自分たちのご両親のことだったりとか、周りの方々っていうのがかなり大きく関わってくるかもしれません。自分たちの道を自分たちらしく歩んでいきたいんだけど、でもそうも言っていられないよねって、結婚していくとするんだったらこういうところを見ていかなきゃいけないなっていうふうに少し慎重になって考えたりとか、周りのことを気にしたり、やっぱりここを乗り越えていかないと結婚っていうところがないなっていうふうにお互い感じてるし考えてるっていうのが入ってますね。そうですね、何かここもソードの5番なので、結婚することに対してお相手がそうなのかもしれないけど、まだ不安っていうのが残ってるのかもしれません。ムーンのカードでデビルのカードも入ってるから、中にはまだ結婚っていうことに対してね、自分の中で乗り越えていかなきゃいけないものがお相手の中にある。もちろんそれはパートナーとしてのあなたもね、お相手の不安とかを解消していくために、お相手を支えていくためにって献身的にやってるんだけれども、お相手が自分の中で乗り越えていかなきゃいけないっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうのも出てますね。変わるのが怖いとかね、あとはやっぱり周り、あと障害、対人関係とかかな、経済的なこともそうだし、どうしようかなって考えてるんですよね。どうしたらうまくいくんだろうって。それはあなたとの気持ちの通い合わせることじゃなくて、もっと違うところです。もっと表面的なというか、自分たちの気持ちのよりももっと外側の世界というか、自分の仕事のこととか体のこと、経済状況のこととかだと思うんですね。なんかもっと豊かにしていかないとあなたを守れないんじゃないかとかね、うまくあなたを守っていくためにとか、お互い安全な場所で過ごしていくためにはっていうことで、かなりお相手考え込んでいて不安っていうのが今入ってますからね、そういうところが見えてきてるのかなっていうのはあります。じゃあどうすればいいのかなっていうところを見ていきましょう。結果的にね、結婚っていうところには前進していきます。
これはもう出てきていますから、今抱えていることとかどうすればいいのかなっていうふうに考えていることっていうのはいずれクリアしていきますからっていうのがちゃんと入ってるんですよね。自分の心に立ち返ってくださいって、または2人でね向き合って心と対面して、本音をさらけ出してどうしたいのかなっていう風にちゃんと話し合いましょうっていうのが出てます。愛情っていうのが2人の中にちゃんとあるから、だからそこが大事だよね。中には結婚だから気持ちがあれば、愛があればお金がなくてもいいよねっていう風な考え方じゃダメだよねっていう風になる人もいるし、そうじゃなくてお金がなくても結婚できるよっていう風に思ってる人もいるし、様々いるんですけど、でもこの2人の関係性とかこの流れを見ていると、今その周りのことを気にしすぎていて、本当に大事なところってどこかなっていうのを見失っている可能性があるかもしれません。見失ってるというか、そこに今立ち返って振り返ってる最中、確認してる最中かもしれないですよね。本当に大切なものっていうのは愛情だよっていうところ。たとえ経済的に豊かであっても、2人の愛情っていうのが揃っていなければ、つながっていなければ、そこは冷え切った家庭になるだろうし、それをお相手が恐れているのかもしれないっていうのがあるかな。それをあなたは知っているんじゃないかなとも思います。このお相手が変わるのが怖い、変わって冷える関係になるのが怖いとかね、愛情を失うのが怖いとか、なんとなく伝わっているかもしれない、あなたの方にも。そうですね。もう一度2人で方向性を確認し合っていきましょう。確かに結婚するんだったら、これから先長い生活になっていくから、経済面とか体の健康とかね、お仕事のこととかそういうことももちろん考えていかなきゃいけないし、対人関係でね、できるだけ周りの人と角が立たないようにうまくこれから人生スタート切っていければいいなって、それに越したことはないんだけど、本当の基本的な大切なところって、温かい家庭を築くために何が一番必要っていうところで、このカップのキングが出てきていますよ。思いやる気持ち、支え合う気持ち、あなただけが支えるんじゃなくて、お相手もしっかりとあなたのことを支えていくような、まずその余裕が今ないのかなっていう感じがしますから、そこを余裕が出てくるとまたこのお相手変わる可能性がある。今すごく不安定な感じがするんだけど、そこから安定っていうところになっていくからっていう風に入ってますね。だからここですね、このジャスティスっていうのはここに天秤を持っています。釣り合いを取っていく、バランスを取っていく、公平にしていくっていうことだから、どちらか一方だけが負荷がかかることがないように、2人の気持ちを揃えていくことっていう風にアドバイスをもらっていくといいんじゃないかなと思います。このあたりでそうですね、お相手の不安っていうのが解消されていくといいんですが、そうですね、何に対して不安に思っているのかって言ったら、家庭のこと、家族のこととか、これから先未来の家族のことかもしれないし、今現在自分がご両親のことについて悩んでるのかもしれないし、ただ結婚っていうことに対しては自分でどこかグッとね決めていかなきゃいけないなって思ってることがお相手の中にはあるよっていうのが出てきています。じゃあもう少しねアドバイスもらっていきましょう。いろいろと大変なこととか問題点とかねクリアしていかなきゃなって思うところがいくつか出てきました。そうですね。だけど本当に大切なことはここだよっていうのも教えていてくれているので、もっと具体的にじゃあどうすればいいのかなとか、今何が必要なのかなって、お相手はどうしたらこの安定っていうところになっていくのかなっていうふうに、私は何がお相手にしてあげることができるんだろうとか、そのようなことをもらっていきます。まずはこちらのタロットカードから1枚もらっていきます。お相手がどういうことをしていけば、安定っていうところになるのかなって、今不安っていうところをどうやったら解消していけるのかなって、まずお相手のところに補足カード1枚出します。ま
まずこの1枚を出して、あとはここの今の問題とかどうやって取り組んでいったらいいのかなっていうところに対しても1枚出します。ただ間違わないでくださいって、2人で同じ方向性を見ていくことっていうのも大切だし、2人で支え合っていく、どんなに厳しいことがあっても2人で揃って頑張っていくんだっていう気持ちがお互い持ち続けることっていうのも大事。どちらかがめげそうになったらどちらかが励ます、このような関係性を続けていくんだって。そして損得感情で動いたりとか、誰かをなんていうのかな、なんか自分たちの意見を無理に強引に押し通そうっていうことをしない方がいいっていうのは出てきています。ここは少し難しいんですよね。周りとの兼ね合いっていうのもあるので、少し難しいかなと思うんですけど、どうすればいいかな、周りに対してとか、何か問題点っていうところが出てきたこと、そうだな、苦しいこと、厳しいなって思っているこの今目に見えている形についてどんな風に取り組んでいけばいいのかなっていうことで1枚もらっていきます。まずはこちらカードめくっていきましょう。まずどうやって取り組んでいけばいいのかなっていうところで、カップの3番です。はい、これ祝福とかちょっとね、お祝いとか乾杯とか嬉しいカードですね。気持ち、お相手だけじゃなくて周りのお友達とかご家族とか、なんか自分たち以外の人も巻き添えにしてというか、一緒になって嬉しいこと楽しいことしようよっていうのが入ってきます。全く逆なんですよね。かなり苦しいよとか、誰かを傷つけるとかね、傷ついたとかね、そういう風な戦いから抜けて、もう喜びでお祝いしようよって、喜びの方に目を向けようとか、確かに苦しいことを乗り越えなきゃとか目を向けなきゃっていうことは確かにあるよって、現実的な問題をねちゃんとしなきゃっていうところはあるんだけど、でもどうやったら乗り越えられるかなって言ったら、あんまりガチッとねやりすぎることなく、ここも少し関係してくると思うんですけど、もうちょっと前向きに明るく、ちょっとねおふざけみたいに思われるかもしれないけどね、周りの人から見たらね、何やってんだっていう風に思われるかもしれないけど、こんな時だからこそね、祝杯あげましょうとか、お祝い事何もないじゃんって思うかもしれないけど、少し食べながら飲みながらとかね、柔らかく、話があるんだって言って、何もないシーンとしたところで面と向かってって話すよりだったら、少しお酒を交えながらとか食べながらとか、ちょっと雰囲気柔らかくしてね、これで話し合っていくとか、お相手とだけじゃなくて周りの人とっていう感じもしますから、対人関係、周りの人とかね、そういうことで思い当たる方は、何かお酒の席というかね、お食事の席っていうのを設けた方がいいのかもしれません。あとやっぱり気持ちだよっていうところが出てくるから、どちらかというと喜びとかね、そういうところに目を向けてねって、何か勝ち負けとか、傷つけられたとか、苦しいとかね、大変だとか、そういうことも確かにあるんだけど、でも気持ちだけはね喜びで満たしてあげてねっていうところもある。あと手を取り合っていく、周りの人とね、お相手ともそうだし、周りとも手を取り合って、できればねやっていければいいよねっていう風に持っていければいいのかなっていうのも入ってきてますね。現実に目を向けていくと、ちょっと暗いというか苦しいっていう風にね思ってしまったり、耐えていたりとか、だからこそ息抜きっていうのが必要なんじゃないかなっていうのも出てきています。じゃあお相手はどういう過程を踏んでこの安定っていうところに行くのかなっていうところを見ていきます。ワンドのナイトです。自分でちゃんと動くんだよって決断するんじゃないかなっていうのが出てます。いやー、なんか熱意と愛情とね、優しさを持ってこの人が結婚っていうところに向かって成熟していくんだって、
だんだんともうちょっとね年数がかかるかもしれません。実際に結婚っていうね、ちゃんと籍を入れる、入籍する、届けを出すっていうところに持っていくには、今すぐじゃなくてあともう少しかかるかもしれないんだけど、この人がちゃんと心の成長っていう過程を踏んで最終的にここの王様になります。心優しき頼もしい王様になっていくので、まずこの過程を自分で成長していくからって、もちろんあなたの支えもあるからね。だからこのお相手が今よりももう少し成熟していきます。まずそれを見届けてください。支えてあげてくださいっていうのも入ってます。大丈夫、あなたが自然と支えていけるし、このお相手も自分でちゃんと自立してね、自分の足で立って物事に向かって動いていくっていうのがちゃんと出てるから、そして最終的に安定に向けて自分で動いたからこそ安定する。今不安で見えないこととか自分の中であるんだけど、この人ね抱えてることっていうのを自分で乗り越えますって出てます。ではこのお相手からあなたへのメッセージとしてカードをもらっていきましょう。お相手があなたに結婚っていうことを踏まえて何を伝えたいのかなっていうところをもらっていきます。いくつかもらっていきます。はい、このあたりで3枚もらっていきます。そしてこちらのオラクルカードからも一緒にメッセージをもらっていきましょう。なのでね、そのお相手が例えば今不安定、それがあなたも伝わっているとか、この人今ちょっと大変そうだなっていう風な、支えていかなきゃなっていうのが分かっている方っていうのは、できる限りリラックスさせてあげるというか、お相手の不安とか痛みとかね、なんか外で誰かと戦ってるのかもしれないし、この戦いが終わったらねとか、そういうことがあるのかもしれない。今苦しいこと、経済的なことかもしれないし、そこでちょっとピリピリしたようなお相手、不安もやもやしてるお相手っていうのが見えてるので、そこであなたが自分といるときは、私といるときは明るくなれるようにって、少しでも明るくなれるようにっていう風に働きかけていくのもいいんじゃないかっていうアドバイスも入っています。お相手が伝えたいこととして1枚もらっていきます。では早速ですがめくっていきましょう。答えが必要な時だよ。答え、結婚。今ね結婚テーマで見てるので、結婚でも安らかなイメージがこのカードから伝わってきますね。ベッドで眠りについている、ぐっすり眠って安らかに過ごしたい、これがお相手の願いなのかもしれないですね。答えは夢の中に眠っている。もう少しこのカードを見てお相手からのメッセージを伝えていきましょう。お相手からのメッセージ、コーヒーブレイク、ちょっと一休みしましょう。ほっとする時を過ごしたい。癒しとかっていうのを求めてるのかもしれないですね。このお相手が今ピリピリしていたり、自分の殻に閉じこもって動けなくなってしまったり、周りのことを気にしてしまったりとか、抱えてるものも多いのかもしれない。だからこそゆっくりと過ごしたい、安心したいっていうことをまず伝えたいんだっていうのが入ってきていますね。あとそうですね、コーヒーブレイクだから、やっぱりコーヒータイム、ティータイムのような形で何か食べたり飲んだりとかすることで楽しく、そして安心してくつろぎたいんだっていうのも入ってきます。あとはここですね、少数派だとしてもあなたの感じたことはちゃんと伝えよう。お相手の中で周りと違うかもしれないけど、この人があなたに伝えたいこととかっていうのがあるのかもしれません。ちゃんと伝えなきゃ。これは違うって正しさではないね、世の中の正しさとはっていうところから外れるかもしれないけど、でも自分の思いがちゃんとあるっていうことを伝えたいんだ。そして運命の人だよっていう風に入っていますね。ここにも運命の人、
それを言いたいのかもしれない。でも本当はね、この運命の人なんだよっていうところにたどり着いていくんだけど、これを伝える前にまずここの一休みっていうのが入ってきています。だから今はあまり結婚っていうことに対して、もしこの人がね本当に不安定で見えないなってあなたが感じてるんだったら、今はその結婚っていうことに対してあまりとやかくわーって早く決めてよとかね、どうすんのとかっていう風にならずに、まず落ち着いて、まずゆっくりとね、癒しっていうところを、あと明るさとかね、喜びとかそういうところを作ってあげる。二人で見つける喜びとかね、楽しみとかそういうのを作ってあげて、少しでもこのお相手が安らかに眠れるようにっていうところでサポートしてあげると、やがてこの人の心が落ち着いていくと、霧が晴れて答えが出てくる、すっきりと出てくるよっていうのが出てきますね。そしてちゃんと伝える、運命の人だよって伝えるっていうのが出てきています。なので段階踏んでねっていうのはあるかなと思いますね。このお相手の状況に合わせてね、そういうのようには入ってきています。お相手が今伝えたいこととしては、まずは一休み、ほっとする時間を過ごしたいんだっていうことと、その後は世間一般的なプロポーズとは少し離れちゃうかもしれないんだけど、でも運命の人なんだっていうのはちゃんと持ってるし、伝えるっていうのはちゃんとね、もうプロセスとして入ってるんだよっていうのは、お相手の言いたいこととして出ています。じゃあ私はどうしていけばいいのかなっていうことで、このジャネアイコのカードからメッセージをもらっていきましょう。エモーションズです。エモーションズは感情、そして情熱っていうワードが入っています。今感情の過不足が起きている可能性があります。溢れすぎているのか、逆に乾いているのか、さてどちらでしょう。感情というと、こちらのカップのキング、これも、感情、心を表す王様ですね。一番トップに立つ方です。これが最終的な未来のカードとして、結果として今この王様のカードが入ってて、じゃあ私どうすればいいのかなって言ったら、感情を大切にすること。ここもね、カップの3番で喜びっていうところでね、喜びや癒し、安心、楽しい、そういうところを今一度見てみて、今それが足りてる？どうだろうかね。そういうところを確認して、今あなたができることっていうのはここだよって、あなた自身の感情の過不足は起きていないかな。例えば楽しいっていうところから、今あなた自身が不足しているのかもしれない。お相手と一緒に楽しい、嬉しい、喜びっていうところから、あなた自身が今それが足りていないって思っているのか、自分自身がそれが感じられないっていうふうに今思っているのか、または逆に気持ちが溢れすぎていて、そしてお相手とのギャップを感じているのか、自分の中の感情のコントロールっていうのがアドバイスとして入ってきています。もし溢れすぎている感情があるんだったら、それはすべてね、喜びの方に変えてくださいっていうのが出ていますね。もしせき止めている感情があるんだったら、それも出していって喜びっていうところにつなげてくださいっていうのがメッセージです。でも結果としてはね、ここのカップのキングさんだから愛情なんだよっていうところですね。2人が家庭を築く、そして運命の人っていうねことも入ってますから、2人が結婚っていうところについて具体的に進んでいくと思う。今苦しいことって確かにあるんだけど、でも乗り越えられるんじゃないかなっていうふうにカードが教えてきてくれています。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。今回は恋人と結婚できますかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、恋人と結婚できますかということで、交際の方向けリーディングとなります。
ですが、こちらは好きな人と結婚できますかっていうことで、片思いの方でも見ることができます。メインとしては交際の方向けです。ではよろしくお願いします。2番ドリージーをお選びいただいた方、まずは今交際されている方、恋人との2人のバランス、関係性、お気持ちっていうところを見ていきます。ではこちらのカードを使って見ていきます。では見ていきましょう。今結婚を踏まえて2人のお気持ち、関係性、バランスっていうところを見ます。そうですね、お相手のことを追いかけているのかな、あなたの方がっていうのが見えてくるかなと思います。何かお相手の中で切り替えの時期っていうのが入ってくるのかな。そうですね、何かそのあなたの方でとても深い愛情っていうのをお相手に向けているっていうのがもう全面的に出てきているので、お相手もそのあなたからの支援っていうのをもらっていきながら、自分で今動いているんだよって、しかも結婚に対して今前向きに取り組んでいる、考えているっていうのが出てきてます。でも結婚するんだったら何か変わっていかなきゃなとか、変わっていくことへ不安とかはないんですけど、もっと準備しなきゃなとかね、あなたを守っていけるために自分がもっと足りないところっていうところに今目を向けてるのかなっていう感じはします。あなたを守り抜いていくために、そして結婚っていう新しい生活、2人にとっての新しいスタートを切っていくために準備してしなきゃなとかね、何か集中して取り組んでいかなきゃなとか、あとそのもっとスタートっていうところを強く意識しすぎて、足りない足りないって、自分これだけじゃまだまだ足りなくてとか、何かね自分の中で焦ってるのかなこの人がとは思います。表面上はすごく前向きに取り組んでいるように見える、穏やかに見えるかもしれないけど、内心焦ってるところがあるかもしれません。身構えてしまっているというか、自分に対してです。自分に対して、周りとかじゃなくて、多分これは自分だと思います。自分との戦いだみたいに思っているところがあるのかも。あなたを守って自分がリードしていくんだったら、例えばね、もうちょっと経済的に余裕が欲しいなとか、他に問題点ないだろうかとか、結婚するんだったら何かね自分の中で課題点がないのか、見落としがないのか、じっくりとちゃんとね抜け目ないようにやっていかなきゃなとかね、そういう風にも感じます。はい、あなたの方もすごくね大きな愛情っていうのを持ってるので、お相手のことを支えていきたいとかね、包んであげたいとかね、そういう気持ちがすっごい出てます。すごい大きな愛情ですね。これがもうあなたっていうところに出てるので、あなたの愛情がいかにお相手の追い風になってるのかっていうのが2人のこの関係性から見て取ることができます。あなたの愛情を受け取ってるからこそお相手が進んでいけるような関係性だし、それほどまでのこの縁の下の力持ちというか、あなたが支えるんだって、そばで支えてるんだって、深い愛情でお相手を進んでいけるようにあなたが勇気づけてるんだっていうのが伝わってきます。あなたがいるからお相手が負担少なくなれるんだっていうぐらいね感じます。あなたがいるからより美しくなれる、より美しい関係性なんだっていうのも伝わってきます。でもどこかであなたは無理していませんかっていうのも入っていますね。どうでしょう。すっごく大きな愛情で包んでいるんだけど、いざ結婚っていう風になった場合、あなたは何かね自分の中でお相手に言えないことを持っていたりとか、
それは結婚に対する不安かもしれないし、あなたもあなたでね、自分の中で取り組んでいかなきゃな、でもこれお相手にまだ言えていない何か自分の中で抱えている不安だったり、本当は目を背けたいことっていうのが実はねあるんじゃないかなっていうのが出てきています。ここですね。またはなんだろうな、そうだな、すっごく深い愛情なんだけど、逆にそれが諸刃の剣というか、うまく働いてる時はすごくね美しい関係性でお相手と進んでいけるんだけど、少し自分が不安定になっちゃうと、自分の中で独断して動いてしまうとか、お相手と話し合いをせずに自分の中で頭の中でパッて決めてしまって、ここはこうなんだとか、お相手から連絡ない、きっと私のことをもう好きじゃないんだとか、何か早とちりしてしまってもう進んでいってしまうような、そういうところももしかしたらねあるのかもしれないし、ただ自分の愛情のコントロールの仕方もそうかもしれないけど、でもお相手に見せられない部分というか、隠しておきたいところが自分の本当の心の中にまだ眠ってるんじゃないかな。それを見せるのが怖いとか、見せたらお相手が去っていってしまうんじゃないかなとかね、そういうところも持っていきながらのこの深い愛情なので、実はね心の中に、諸刃の剣というか繊細なところが隠れているのかもしれない、あなたのところで。そしてこのお相手がそれを感づいている可能性もあります。あなたの本当の心の繊細な部分っていうの、デリケートな部分っていうのを感じ取っていて、だからこそ丁重に扱っていかなきゃなって、扱うっていうのはこの愛情ね、二人の愛情関係を丁寧に、触れていかなきゃな、あなたの心の中に触れていかなきゃなっていう風に感じていたりとか、足りないところがないように、抜け目がないようにとかね、あなたに満足してもらえるように自分が最善の策を取っていきたいとか、不足がないように整えていきたいんだっていう風な、そんなねお相手の思いやり優しさっていうのもここから伝わってきます。一緒にいて価値観も一緒だし、楽しいし、テンポも速いし、相性もいいんですよね。一緒にいて心地いいと思います。流れるように会話が弾んでいくし、時間が過ぎていくし、そんなような生活スタイルも似ているから、もうすでに同棲とかしているっていう方もいると思いますしね。あなたがいるからお相手はお相手らしくいられる。逆にお相手が気遣ってくれる、この目に見えない部分かもしれないけど、逆にあなたの精神的な安定剤としていらっしゃるのかもしれない。表向きはあなたの深い愛情でお相手を包んであげて背中を押してくれるような大きな存在なんだけど、実はねお相手が目に見えないところであなたの本当の心の中の繊細な部分っていうのを癒してくれてるのかもしれません。こうやってね、実はこのように巡り巡って2人の関係性って実はねこのように出来上がってるのかもしれません。それはお相手も繊細に働きかけてくれてるからなんじゃないかなって思うんですね。より調和が取れていくようにっていうことで思っています。何か2人の負担がお互いがねそれぞれ癒し合ってるような、お互いの痛みを不安をお互いがそれぞれ意識していなくても、実は振り返ってみたらそうかもっていうふうに思えるような相性なんじゃないかなと思いますね。はい。そして、結婚っていうところを意識していくんだったらっていうところで、あなたはまだお相手に全部見せきれていないとか見せたくないとか、全部見せることがね結婚につながるわけじゃないんだけれども、でも何か自分の中で隠し事というか、ここちょっと不安、自分の中でね不安だなって思っちゃったり、自分の心とまだうまく向き合えていないとかね、そんなところもあるだろうし、お相手も先ほど言った通り本当に何か失敗しないように進めていきたいんだとかね、
足りていないところがないかどうかっていうふうに、もうすっごい隅々までチェックしてるようなところだから、どちらも本当に繊細っていうのが入ってきますね。でもだからこそより調和が取れてうまく進んでるのかなと思います。繊細同士だからこそ分かり合えることとか補えることっていうのもあるんじゃないかなっていうふうにも見て取ることができます。ではそうですね、どうやったら結婚っていうところにうまく持っていけるのかなっていうところで、そして今の2人のバランス関係性っていうところに対してのアドバイスカードがワンドの8です。これは2人が意図しなくてもやがて訪れるでしょう。でもだからこそこの人直感鋭くないですか？勘が鋭い、勘がいいというか、なんかこうかゆいところに手が届くっていうね、それは計算してやってるところもあるかもしれないけど、実は計算してなくて自然とかゆいところに手を出してくれるような人なのかもしれない。なんか勘が鋭いなと思いました。予感していて、だから前もって準備してるんじゃないかなって思います。これからやってくることを予知しているみたいな感じです。だから勘が鋭い人っていうのが入ってきます。これから急展開が訪れます。これは2人が予期していなかったことだと思います。あとそうですね、お相手の移動とか転勤とか出張とかそういうことが入ってくるかもしれなくて、それに対して準備してるのかもしれないな。なんか2人の距離が離れちゃう、一時的に離れるとか、または2人で同じ生活同棲を始めるとかね、そのための準備をしているとか、こう水面下で動いているこの人がね、彼がお相手が動いてるっていうことがあると思う。何かありますね。ここすごい勘の鋭い人、これから迎えてくる展開に対してしっかり準備していかなきゃっていうふうに、こう野生の感的なものでね、なんか感じ取ってるものがあるんだっていう風に、先見の明があるというか、未来を見通す力を持ってるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと不思議な方かもしれないですね。エネルギーを感じます。だからそのあなたの、本当の心の繊細な部分っていうところも丁重に愛していける方なんじゃないかなと思います。何が訪れるのかな。でも怖がらないでください。これはね、悪いことじゃないです。日常の些細なことからすごい大きなことではないんですよね。すごい大きなことまではいかないんだけど、些細なことからちょっとした出来事かもしれない、それぐらいかもしれないんだけど、でも何かが急激にやってくるよっていうのを伝えてくれるカードなんです。それによって2人の関係性も少し変わるかもしれない。だけどそれは悪いことではなくて、良い方向に変わっていく。もし距離が離れてしまってどうしようとかなったとしても、この人がもう事前に対応してくれると思います。準備してあるからっていうぐらいね、この人準備する人なんですよ。何かあっても困らないようにっていうことで、何パターンもこう計画を立てていたりとかするぐらいね、思考力がある方なのかもしれません。思考というか直感に近いのかもしれないな、この人の場合。備えをすごくする人なので、性格的なところでもそうかもしれないけどね、性格的になんかこう準備しとかないと心が落ち着かないっていう人なのかもしれないけど、なんか計画してなくてもね、読み取ることができるような人かもしれません。一緒にいるとあなたからはもうね、果てのないこう無限の愛情っていうのをお相手は感じてるし、あなたもまたそれを注ぐことができる人、この人に対して深い愛情をね、ずっと惜しみなく注いでいくことができるんだっていうふうに感じてます。だからこそ2人の関係性ってお互いがいてね、成立しているものだよねっていうことが、もう可能性が、もう先の可能性っていうところをお互い見ているからっていうのが伝わってきますね。どういうことが訪れるんでしょうか。こう見てみましょうか。ではルノルマンカードからもらっていきます。どんなことなんだろう、気になるとかっていう方もいると思うので、でもね、安心してください。悪いことではありません。ワンドの8は急展開だけど好転することです。どんなことが訪れるのか。スター、星、そうですね、何かこ
一部の方ではね、海を越えて海外に行く、一時的にね行くとか、または海外の方とのご縁、国際結婚とかね、そういうこともあるかもしれませんね。またはやっぱり距離が離れちゃう遠距離だったり、もともと遠距離だったものが近くなる、一緒に住もうよっていう話になるとか、距離的なものも感じます。だけどすごく輝いています。星、希望です。希望を表すカードだから、この動いたことは自分たちの夢とか目標とか希望に向かって動いたことなんだよってことですね。そうですね。だから目標っていうのが結婚だから、まずは同棲から始めようっていうことでスタートするのかもしれません。物事が動いていくのかもしれないし、または例えばお相手がね、単身赴任か何かでちょっと遠くに行ってしまった時とかでも、離れているけどでも2人同じところ向いてるよね、最終的には結婚っていうこの希望を持って2人は進んでいくんだっていう気持ちはね、揃ってるよっていう風になるのかもしれないしね。でもね、その悪いことではなくて、これは明るい未来へ向かっての変化なんだっていう風に受け止めてねっていう風に入ってます。あんまり重く受け止めないでねとか、そんなにね、自分の心の中の繊細な部分にあまりどうしよう不安だっていう風に思わなくてもいいよって、ゆっくりと構えていいよ、大丈夫、荷物をね軽くしてあげるからっていう風に入ってきますね。身軽にいましょう、そして明るい未来をイメージしてっていうような、そんなメッセージが入ってきます。では早速ですが、じゃあこのお相手と結婚できますかっていうところで、もう具体的にね出していきましょう。深掘りしていきます。結婚できますかっていうことで、ただ願いは叶っていく方向に流れていくからねっていうのは出てきていますよ。ではね、早速見ていきます。ではこちらのタロットカードを使って展開していきましょう。結婚できますか？はい、それでは見ていきましょう。少しお待ちください。はい、お待たせしました。見ていきましょう。結婚っていうところに対してね、希望を持ってください。夢は叶っていきます。そしてソードの6番がやはり出てきましたね。ここね、お相手のところでも出てきていたところなんですね。見ていきましょう。いろいろと悩んだりとか葛藤したりとか、自分の心の中の問題っていうのももちろんあったでしょう。迷い、不安、でもそれらから抜け出して、そして現実的に地に足をつけて2人が向かっていくからこそ、結婚っていうところに2人は向かっていく。これは新しいところへ向かっていくっていうソードの6番です。より美しい形でうまいねやり方でやっていく。このお相手が器用なんでしょうね。多分ね、このお相手に導かれていきましょう。すべて流れるように整っていきます。この人に身を委ねてもいいのではないかなというのもねありますよ。もちろん過去いろいろありました。だけど今まさに何か決定が下されたというか、お知らせが届いた。あなたにとっては嬉しいことかもしれない。お互いにとってね、嬉しいこと、嬉しい結果、待ちわびていたことが訪れたのかもしれない。急激にやってきたこと。でもこれは急展開を迎えたんだけど、でも2人にとってはラッキーチャンスだった。いいことだったんだっていうのが今現在訪れています。今頑張ってきたことがやっと報われたっていう風に感じる方もいるでしょう。夢に向かって近づいたっていう風に感じる方もいるでしょう。今まで不安、頑張ってきたこと、悩みながらも進んできた
進んできたよねって、それが夢に向かって、結婚っていうところに向かって一歩近づく何かが今あったんじゃないかって。そしてこれからすごく穏やかですね。節制のカードです。それぞれ違う2人は違う人間だけれども、ここで一つになっていくんだっていうことで、変化も全て受け入れていく。結婚だけが全てではないんだけれども、結婚することでまた始まっていくことも全てね、これからの人生2人で共に歩んでいく、いろんなことがあるだろう。悲しいこともある、迷うことや嬉しいこともある。だけどいろんな変化も全てね、2人で受け止めて流して循環させていくんだって、そういう風な2人の気持ちが揃っていくんだっていうのが出てきています。じゃあ障害とか結婚っていうところに対してどうなっていくのかなっていうところをもう少し深く見ていくと、ここナイトのカードが2枚出てるから、まず前には進んでいきます。だから何かあるのかなとか、障害あるのかな、不安かなとか、そういうことはね、全く感じなくてもいいよっていうのが出てきています。大丈夫。そして何事も誠実に取り組んでいくっていうのが大切です。段階、順序を踏んでいきましょう。順番を間違うことなくね、誠実に向き合っていくこと。このお相手と波長が合うと思うし、この人についていくといいと思います。この人決して道をそれるようなことをしないと思うので、もちろんね、長い人生の中悩んだりとか行き詰まったりとかすることあるとは思うけど、でも全体的にこの人が誘導してくれるので、導いてくれると思うし、動いてくれるから、あとはあなたはもちろんね、一緒に動くことは動くけど、基本的にこの人に身を任せてもいいのではないかと。自然と2人が一体化していきますっていうのが出てるからね、それを信じてくださいって。決してこの輝きをね、捨てることなくね、また勢いもねありますから、お相手の勢い、あなたの勢い、何かそうですね、急展開今迎えることによってまたさらに加速するのかもしれません。ぐっと行動として現れるとか、結果をつかむために目標が定まるのかもしれません。例えば結婚に向けて、こんな風に目標を組み立てていこうよとかね、遠距離だとしたら近くに住んで同棲してご両親に挨拶してっていう順番をちゃんと踏んでいくっていうのがアドバイスで入ってますしね。このように貯金していこうかなとかね、もっと具体的にそれがまず行動として現れてくると思います。周りからのね、応援っていうのもあると思うんですね。ご両親からの期待も寄せられるだろうし、そうですね、周りの人たちも頑張れっていう風に応援してくれるし、心強いです。追い風っていう風に感じてください。いろんなところから追い風っていうのが入ってきて、2人の希望が決して消えることないように常にエールを送ってくれます。だからこそ、いつも離れていたとしても近くにいたとしても、2人で感じる気持ち、喜び、つながっていることっていうのをすごく大切にしてください。2人が寄り添っていることを大切にしてください。そしてあなたが一人で抱えてなかなか打ち明けられない悩みとかトラウマだったりとか、何かがあると思います。中にはね、一人で中にはね、抱え込んで話せないとか、または早合点してしまって突っ走ってしまうところがあるんですっていう人もいるかもしれない。だからそういう方々は落ち着いてお相手を信頼して、そして身を任せて、そして自分って一人じゃなかったんだ、大丈夫、この人だったら大丈夫だっていうふうにね、また思えるよっていうのも入ってるんですね。大丈夫、今度はうまくいくとかね、そのようにあなたが思えるんだって、そんなようなお相手なんだっていうことで、何か大きな出来事が待ち構えてるんじゃないかとかね、結婚は難しいんじゃないかとか、あまり身構えずにゆったりとしてくださいっていうメッセージが入っています。いずれ2人はその結婚っていうところに向かって新しいスタートっていうのを切ることができます。お相手がね、もう結婚っていうのを意識している可能性が高いんじゃないかなと思います。
ではそうですね、気になるところを深掘りしていきたいんですが、まずソードの6番、1枚ね、補足でタロットカード引きましょう。お相手が見据えている先、お相手が見据えてる先、ペンタクルのページ、もう形にするっていう風に出てきています。ここで初めてペンタクルのカードが出てきました。今この気持ち、愛情、情熱、そして考えてること、これらをすべて形にする時がもうやってきてるんだって自分の中で感じてるんですっていうのが出てます。でもまだね、自分が完璧じゃないんだっていうのはやっぱり出てきてますね。先ほどのソードのページもそうだったんですけど、まだ自分は未熟者なんだっていうふうに自分自身が感じるんだって、あなたを守りきってまだ行く、なんていうのかな、実力というか自分の中でね、そう感じてるんだっていうのが出てるんです。だからこそ経験をもっと積んでいかなきゃなとかね、お仕事かもしれないし収入面かもしれないけど、ちゃんと形にしていかなきゃって、手にする豊かさです。お金とか生活とか、もっとね、愛情だけじゃなくてちゃんと目に見える形で何か築き上げていかなきゃなって、実績を残さなきゃっていう風に今自分の中で感じてる。だからそれに向かって今頑張ってるんだよっていうのが出てます。いろいろ考えた、思いやってる、気持ちも通じ合ってる、大事なものっていうのもちゃんと見えてる。あとはそれを具現化するだけなんだ。言葉や気持ちで伝えるだけじゃなくて、ちゃんと信頼、形っていうところに持っていきたいんだ。そのために自分は、誠実にやっぱり向き合ってるし、家庭を踏んでいくから、だから結婚実際できますか、いつですかっていうところについてはもうちょっと時間はかかると思います。まだページ、まだ若いんですよ、ページっていうのは。そこからナイト、青年期を乗り越えていって、やがてキングになっていく、この過程を今踏んでいる段階なので、なんでもう少し時間はかかると思う。急激にスピード婚するとかそういうところにはまだね、いかないんだけど、ゆっくりとかもしれないけど、確実に自分は形にして形に起こして進んでいくんだっていうところで、形ってじゃあ何っていう風になってくると、生活面での豊かさだったりとか、まずね、いきなりドンって結婚するんじゃなくて、同棲っていう期間を踏んだりとか、ご両親にちゃんと挨拶しましょうっていうところで自分の誠意を見せるとかね、そういうところでちゃんと示していきたいんだって友達に紹介したりとか、いろんなところにご挨拶回りしに行ったりとか、ちょっと昔風なやり方かもしれないんだけど、でもそういうね、ちゃんとしたところを踏んでいきたいんだっていう誠実な気持ちっていうのがちゃんと出てきています。気持ちというか形にするんだっていうところですね。収入面アップかもしれないしね、あなたを守り抜いていくためには自分の経済面でまだ不安だって、まだ不安、自分がまだ経験足りてないんだっていうふうに思ってるってね、で なってるんですよ。この人が本当にそうなのかどうかっていうのは別として、自分の中でそれを課題として挙げてるんだって。だから人生経験なのか、収入的なことなのか、経済面のことなのか、自分の中でもっとね、豊かなものにしていって、だんだんと進んでいくからっていうことで、ちゃんと形にしたい、お相手の目指しているところは形あるものっていうところですね。いずれはそこは2人がつながっていくこと、ここは基本的に変わらないから、この寄り添っている気持ちね、ここはすごく大事ポイントです。はい、ここすごくね、素敵なカードが入っていました。2人で一つだし、何かするにしても2人で考えて取り組んでいく、また自然にそういう風にね、身をね、預けられるような関係性なんだっていう風に出てきています。じゃあ最後にお相手からあなたに今伝えたいことっていうことでメッセージをもらっていきましょう。言霊開花カードからもらっていきます。まずこちらから3枚、お相手が今あなたに伝えたいこと、そしてそれは結婚を込みで、結婚を含めてあなたに伝えたいことっていうのを見ていきます。
そして今の現段階のところにジャッジメントのカードが入ってるんですけど、これは再スタート、刷新、復縁、復活とかそういう意味もあるんですが、今回私はここは決定、良いお知らせ、良い決断っていう風に捉えました。はい、カードの説明です。なんかいろいろ悩むこととかねあったんだけれども、でも2人が今まで頑張ってきたことが報われるとか、そのように捉えています。2人にとっての良い知らせがやってくるとか、または良い決断をお互いすることができたとかね、そのように私は捉えました。はい、ではこちらのオラクルカードからもお相手からのメッセージを1枚もらっていきます。あなたに今伝えたいこと、癒し、そうですね、夢の中で答えが見つかるとか、今まで聞きたかったこととか本音とか、もやもやというか、ぐっすりと眠っていい夢を見ることによってすっきりするとかね、そういうようなニュアンスかなと思います。それによって自分の思考とか考えとかすっきりして明確な答えが出るとかね、夢からヒントをもらうとか、そのような意味があって、それをあなたに伝えたいっていうことで、この人の中で今考えていること、願っていることっていうのを実現化させていくために、今答えを出す時なのかもしれない。今このジャッジメントも入ってるから、この人が何かあなたに声をかけてくれるというか、決定打になるような一言を出すのかもしれないなっていうのがあります。もう一枚もらえてもいいでしょうか。この人が寝不足とかそういうことはないと思うので、健康状態に問題がないと思うんですけど、もしね健康状態に問題があるとかっていう方だとしたら、ぐっすり眠ることっていうのがこの人の中で今入ってますね。もう一枚もらっていきましょう。素敵なカードが入ってきてますね。もう2人で愛し合っていきましょう。考えてることが、答え出すよっていう風に出てるのかもしれないなと思いました。眠ることによって、夢からヒントを得て答え出すよっていうカードなんですけど、答えを出すってことは何か具体的に決めるとか形にするとかね、そういうことですよね。だから今まで夢見ていたこと、夢だ、遠い目標だと思っていたことが実現へ向かって近づくのかもしれないな、そういうことがお相手が言いたいのかなと思いました。ではね、お相手があなたに伝えたいことを見ていきましょう。もうすぐ会えるよ、もうすぐあなたに会える、会いたい、最近忙しくて会えていなかったとかだとしたら、再会、会えるよ、しばらく会えていなかったらゆっくり時間とって会えるんじゃないかな。で、一緒のベッドで寝るとかね、そういうこともあると思います。全部抱え込んでいない？もっと私を頼っていいんだよ。自然な食事、心と体はつながっていますっていうカードが出てくるっていうことは、健康状態ちょっと今見直した方がいいのかな。お相手があなたにも言いたいのかもしれない。ゆっくり休んでとか、今心身のバランスどう？ちゃんと食事取れてる？っていう風に、体調崩してない？っていう風にあなたを気遣ってるのかもしれません。お相手が言いたいことだからね、心と体はつながってるよ、そして僕らもつながってるんだっていう風に、このカードもそうなんですよ。つながることを受け入れようっていうか、僕たちつながってるよねってことをね、純粋に言いたいんだっていう風に、僕とあなたが一緒にいること、これはもう必須だよねっていうような、そのようなね、もう情熱的なプロポーズに近いような言葉が入ってるんですね。メッセージが入ってるんです。もうすぐ会えるよっていう風に言ってるので、そうですね、なかなか会えなかったんだっていう方はね、会える、近々会えるだろうっていうことで、その時にゆっくり楽しい時間を過ごせると思うし、あと何でもね、一人で抱え込みすぎてない、頼って、そして健康状態どう？大丈夫？不調とかない？ゆっくり眠れてる？そして不安なこととか、
悩み、葛藤とか自分の中の心の痛みとかね、そういうのを全部預けてねって、私に預けて、そして君は安らかにゆっくり眠りな、一緒に眠ろう、そして癒してあげるから。この人ご飯作るの得意なのかな。なんかこう手作りのご飯とかね、美味しいもの食べさせてあげたいとかね、あなたのことをすごく気遣ってくれています。会いたいよ、もうすぐ会えるからね、待ってて、頼ってね、抱え込まなくていいんだよ。そして君の心と体がつながってるように僕たちもつながってる、私たちもつながってるから、はい、情熱的に愛し合っていこうっていう風にね、すごいね、これプロポーズなんじゃないかなっていう風に感じるぐらいね、もう情熱注ぐからねっていう風に入ってきています。素晴らしいな。あなたの健康状態、心のこと、不安とかもそうなのかな、それを見抜いてるのかな、この人は。もしくはあなたがそれをお相手に打ち明けているのかっていうことで、夢の中でも会いたいなってことも伝えてるのかもしれませんね。じゃあ私、このお相手に何かしてあげられることあるの？そして自分自身どうしたらいいの？これね、そのお相手が迷ってるというよりは、何かこうお相手が伝えたいこととしては、もう自分は形にしていくために動き始めているから、あなたのことが心配だよとかね、もうすぐ会えるからねとか、っていうことを伝えてきてくれてるので、じゃあ私自身は何をしたらいいのかなっていうことでメッセージをもらおうかなと思います。ドリージーのカードからアンビション、これは目標や成功を表すカード。キーワードは目標、成功、失敗っていうのが入っています。目標を決めて動きましょう。そして大きすぎる目標、遠すぎる目標や大きすぎる期待というよりも、まず目の前の小さなことからステップを踏んでいきましょうっていうメッセージです。すごい遠くに目標を設定するのもいいんだけど、その大きな目標の前にまず1個2個3個4個ってね、小さな目標をまず設定して一つずつ乗り越えていきましょう。そしたらやがて大きな目標へ近づいていく。大きな目標っていうのは結婚するためにはどうしたらいいのかなっていうのを、まず3つか4つかいくつかに分けて小さな目標を立てる。まず貯金はこれくらいとか、2人の心のバランスはこれくらい、そしてお相手があなたの心身のバランスを気にしていますということは、私の今心の状態、体の状態どうなってるかなってことをまず見直そうとかって、そのように小さな目標を立てて少しずつね、誠実に向き合って取り組んでくださいって。もし体の健康面とかで何か不安なことがあるんだったら、今のうちに、病院に行って専門家のサポートを受けるとかしていきながらケアしていこうねっていうのも入ってきていました。はい、このドリージのカードもね、ぜひねお受け取りください。今回は恋人と結婚できますか、または好きなお相手とね結婚できますかっていうことで、メインとしては交際している方向けのお話となったんですが、このような結果となりました。その何か不思議なお相手だなっていう風に私が受けた印象です。直感力があるというか、勘の鋭い方というかね、そのように印象を受けました。ただこの人に導かれるように、なんかこう流れていくでしょうって、整っていくでしょうっていうのが入っていますので、こう不安なこととかね、一人で抱えてることとかあると思うんです。誰しも持ってることだから。だけどそれをこの人に頼ってねっていう風に言ってくれてるので、見せていくといいんじゃないかなっていうのもあります。成功へ向けて失敗も受け止めながら、目標を決めて諦めずに動いていくんだよっていう風に教えてくれるカードでした。はい、これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきます。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、恋人と結婚できますか？こちらは交際の方向けとなります。ですが、片思いの方でもご覧いただくことができます。メインとしては今交際されている方向けとなりますが、ご了承ください。
では3番のデジローフをお選びいただいた方、リーディングしていきましょう。まずは今現段階の恋人と今どんな関係、どんなバランスかなっていう2人のバランス、関係性、気持ち見ていきます。こちら1枚飛んでるんですね。で、そうですね。1枚じゃあ採用していきましょう。ちょっとね、これ端に寄せていきます。まずね、めくっていきましょう。はい、これでもらっていきます。そうですね。すごく対照的なカードが出てきたなと思いました。真ん中にソードの8とフールのカード。ソードの8っていうのはどちらかというと制限っていうかね、囲われていて、この剣のね囲われていて、目隠ししていて、どうしよう動けないぞっていうようなカードなんですが、逆にフールっていうのは開放的になって自由になってっていうのがここですね。そしてまず真ん中のカードが対照的だなっていうふうに思ったので、今のその2人の関係性と、あとこれからちょっと見方を変えるというか、もしかしたら気づいていないところで、見方を変えたらね、問題点が浮き彫りになってきたり、または問題って解決できるんだっていうふうにね、捉えることができるかもしれないよっていうアドバイスが入ってきています。そして2人の気持ちっていうところを今見ていきます。こちらがあなた、こちらがお相手で見てるんですが、すごくいいんじゃないかなっていうふうに見ることができます。あなたも結婚っていうことに対して今リーディングしてるので、結婚について一度諦めたことがあるとか、あんまりいい思いしたことないとかね、結婚っていうことに対してね、前向きに考えられなかった時があったんだけれどもとかね、あとはお相手と一度はね結婚っていうことを考えたことがあって諦めたこともあった。だけどやっぱりね、この人と結婚っていうところに向かってやっていきたいって、自分がもう一度結婚っていうところに目を向けたいとかね、そういうことを考えてる、望んでるんじゃないかなっていうのが出てきてます。それはもう自分の中でも革新的に思ってるし、もう結婚するんだったらこの人とかね、あと自分の結婚っていう価値観を変えてくれたのがこの人なんだっていうふうにあなたの中で思ってるんだっていうのが出てます。ちゃんと出てますね。そうですね。今まで諦めていたことがあったかもしれないジャッジメントは、刷新とか再チャレンジ、復活っていうのも表しています。だからそういうところでピンとくる方もいるかもしれない。何か諦めかけていたこと、それについてやっぱり自分は結婚っていうところを求めたいなっていうふうに思ったのかもしれないし、今このお相手ととてもいい交際を続けている。で、そろそろ結婚なんじゃないかってあなたの中でも待っていたり、または結婚っていうのを視野に入れてもう考えてね、動きたいっていうふうに思っているんじゃないかっていうのもあります。もう見据えている、次のステージっていうのをもう見据えているんだっていうのがあなたのところに出てきています。じゃあお相手はっていうと、お相手もここ分け与える、愛をあなたに注ぐ、あなたからも愛を分けてもらっている、このちょうど美しい関係性が出来上がってるんだっていうペンタクル6番があります。与えられるもの、与えるもの、このうまい調和が取れているっていうことで、この人今心身のバランスもいいし、あなたとの関係性もいい感じっていう風に思ってると思うんですよね。そして結婚に対してもすごく前向きです。ソードのエースが入ってます。結婚したいと思ってるんじゃないかなと思うんですね。ここ
自分で決めて動いていく、まだ知らない世界がこれから待ってる。それは多分この人にとっての結婚生活だと思うんですね。これからまだ見ぬ世界だけど、その未来へ向けて自分が切り開いていくんだっていう勇気、決断、考え方を持っているっていうことで、バシッと決めるぞっていうふうに思ってるんですよね。はい、ということで、かなり頼もしいお相手だし、多分優しいんじゃないかなっていうのも伝わってきます。優しいし、ちゃんと決めるとこ決めて、迷わないで進んでいってくれる頼もしい人だなっていうふうに思ってる。だけど実は結婚っていうところに対してどちらか、どちらもかもしれないけど、何かね、なんていうのかな、よくよく見てごらん。よく見たら実は案外結婚ってすんなりいけるんじゃないっていうメッセージが入ってきて、それをもし全体を通して見た場合に、あなたの方にそれが入ってくるんじゃないかなっていうのを感じたんですね。何か結婚に対してあなたが一度諦めたとか、過去にね、結婚観について自分って結婚できないんじゃないかとか、結婚してる自分がイメージできないとかね、家庭を持つってどんな感じなんだろうとか、自分には厳しいんじゃないかなとか、そういうことを思っていた。そういうところ、実はそうじゃないんだよっていうのを気づかせてくれるお相手なのかもしれない。このね、実はそれあなたが自分自身の中で制限かけてるんじゃないかっていうカードで、これね、そのお相手が制限かけてるんじゃなくて、あなた自身が自分でブロックしてるんじゃない、結婚っていうことに対して。でも本当はさ、あなたって結婚っていうことで、このお相手と結ばれたい、結婚したいっていう気持ち本当はあるんじゃないのみたいなところをこのカードが言ってるような気がします。それは表にあなたが今出していないかもしれないけど、本当は心の中で願ってるんじゃないって。幸せな家庭を築きたいなとか、イメージつかなかった。だけど最近になってね、この人だったら幸せな家庭を築けるんじゃないかっていうふうに思い始めたとかね、そういうようになったんじゃないかなっていうのが出てきていますよ。だからあんまり自分の中でね、制限つけなくていいよって。例えば結婚するんだったらこうじゃなきゃなとか、自分がこうしておかなきゃいけないなとか、何々しなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないって、そういうね、枠からとらわれるところからね、外れていくのが今一番近道だよっていう風に、あなたの願いを叶える近道なんだって。あなたの願いって何って、今の現状満足いってないよねって、本当は結ばれたいとか、やっぱりね、私もう一度立ち上がって掴み取っていきたいのって、その子を一番の近道ね、この願いを叶えるために自分自身の心を軽くさせるのが一番の近道なんだよって。お相手はいつも待ってくれてる。だから本当は制限かけてるのってあなたなんじゃないかなっていうのが出てきてます。でもそれは自分自身が設けてるだけであって、この目隠しもパッて外しちゃえばいいし、本当はありますよね、ここにね、自分がこうしたいっていうたった一本の剣を持ってますよね。自分がこうしたいんだっていう望みがあるよねって。この手にしているものってあなたの願いなんですよ。それはお相手の願いでもあります。お相手が掴み取りたいものでもあるんですよ。この手に持っているものに注目してください。これを大切にして、お相手がこれから切り開いていきたい、その勇気をこの人持ってるんですよ。行動する力も持ってる。考えて決めていく力も持ってる。あなたも願い持ってる。一度は諦めかけた願いかもしれない。失敗したかもしれない。だけど失敗を乗り越えて、また自分は明るい未来っていうのを望んでいいんだよって自分自身に許可してあげてください。自分を解放していくことで、本当に手にするものってもう本当にありますよねって、手にしてるものあるよねって、あとはあなたがそれを受け取るだけなんだよっていうのが入ってます。じゃあジャンピングで飛んできたこのカードって一体何を表してるんだろうか。ソードの5番です。恐れていますか？過去に誰かと争った
だから傷つけられるのが嫌だ、傷つきたくない、自分が動くことで誰かが傷つくんじゃないか、争うんじゃないか、争ったことがある、実際に結婚っていうことに関して争いを起こしたことがある、または巻き込まれたことがある、なんか苦しい痛みとかね、これは勝敗勝ち負けを表すようなカードでもあり、自分の行いをもう一度振り返ってっていうことで、振り返った時にやっぱりね自分って結婚に向いてないんじゃないかって思ったりとか、自分の中でね責任感じちゃったりとか、罪悪感を感じてしまったりとか、このお相手と自分は不釣り合いなんじゃないかって何か感じてしまったり、過去の痛み、過去の経験、そこから自分自身とらわれていませんかっていう風に入ってきます。どうでしょう。お相手の方がとらわれているというよりはあなたなんじゃないかなと思います。なんかね、自分は望んではいけないんじゃないかってどこかでそういう風に思ってないって、いやでも望んでくださいって、望みは望んでもいいんですよって、そろそろねこの痛みからあなたが自分自身抜け出す時なんじゃないか、そして自分と誠実に向き合う時が今やってきてるし、それは結局ね回っていってお相手と誠実に向き合うことにつながってるんだ、恐れてるんじゃないんですかって、結婚っていうことに対して実は自分は求めてるんだけどお相手はそう思ってないかもしれないとかね思っていたりとか、自分が結婚っていうところに踏み出した時に同じ気持ちでこの人がいられるんだろうか、お互い末永く一緒にいられるんだろうかとか、何かねあなたの中で不安に思ってることがあるんじゃないのっていう風に出てきています。でもそんなの杞憂だよ、このお相手とだったらあなたはまたねゼロになった気持ちでスタートしていくことができる、自由にねこれから作り上げていくことができるんだよ、この人が道を切り開いていってくれるから、だから信じてって、その自分自身を信じるっていうことももちろん大切だよ、それができて初めてお相手を心底信じていくことができるんだっていうふうにカードからのメッセージが伝わってきます。はい、ではそうですね、どうやったらいいのかな、どうしたら私は自分のブロックを外していけるんですか、どうやったらもうちょっと軽くなるかなっていう方法を1枚ルノルマンで出していきましょう。ただ自分の気持ちに従うだけでもそれができないから今こういう風にね自分自身苦しめてるんだよっていうのに伝わってきます。わー、ドッグ信頼だ、信頼のカードが入ってきました。お相手を唯一無二のパートナーとしてもう信頼してくださいっていう風にね、家族としてこれから家族になっていくんだっていうことを感じてください。心で感じて信じてっていう風に、もうそのまま怖がらないで信じてって、それだけだよ。もうすごくシンプルなんだけど、でもすごく難しいってあなたは感じてるんじゃないか、どこかでいつかはねお別れしちゃうんじゃないかとか、そういう苦しみはもう味わいたくないとかね、シンプルだって分かってるけどそれができたら苦労しないんだよっていう風に思ってるかもしれないけど、本当に答えは至ってシンプル、信じるだけだ、この人がパートナーなんだよっていうのが出ています。じゃあ実際この人と結婚できるんですかっていうところで見ていきましょう。何かねこの3番をお選びいただいた方はあなた次第だよっていう感じでも入ってくるかなと思います。はい、ではちょっとね、いつもだったらジャンピングってあんまり飛び出しても来ないし採用もあまりしないんですけど、今回はね採用して、多分このソードの5番っていうのはあなたっていうところに入ってくるんじゃないかなと思います。ではこちらのタロットカードから見ていきましょう。結婚できますか、この人と。
はい、こちらでもらっていきます。時は満ちましたっていうのがこのカード7枚から伝わってきます。もう時は来たので、あとはあなたが受け入れるんですよって、その過去の痛みを受け入れて新しい世界へ向かっていくんです。あなたは過去にとらわれていますか？何か未練を残していたりとか、なんか過去にとらわれていたりとか、先へ進むのが怖い、また同じ思いをするんじゃないかとか、また失敗するんじゃないかとか、何か自分の中で今までの過去を振り返って、今まで辿ってきた道を振り返って、この人を本当に信用していいのだろうかとか、信頼もちろんしたいし、好きだからね、信用したいし、2人で築いていきたいんだけど、自分にその寄り添っていけるぐらいのね力があるんだろうかとかね、このお相手を頼って信じていけるだろうかとかね、自分自身を信じられるかどうかっていうところね、あなたがいかにその自分の過去と決別するかっていうのがもうはっきりと出てきています。でももう時は来てるよって、ここですね、時はもう来てるよ。あとは自分が生まれ変わっていけるかどうか、あなたはそれを選ぶかどうかってことなんじゃないんでしょうか。もう時は来てるけど、あなたはいつまでもいつまでそこにいるのみたいな風にカードが教えてきてくれてる気がします。もう動く時なんじゃない、そして一人で抱え込みすぎなくてもいいんじゃないって、今まで一人でやってきて経験してきて、だから本当はね一人でいた方がいいんじゃないかとか、なんだろう、結婚っていうワードにとらわれずにお相手と過ごしていけたらいいんじゃないかとかね。でもちゃんと心の中見ていったら、あなたの中で明るい希望っていうのがあるんじゃないのかな。ちょっと遠い、自分にとっては遠い世界かもしれないけど、でもいずれねそこに行けたらいいなって、お相手と築いていく過程ってどんな過程なんだろうって想像したことありますよねって、願ったことありますよね。だけど自分で抑えてませんって、ガードかけていませんっていうところが出てるんですよ。でもそれを外していくのかどうかっていうのはあなたなんですよって、自分がやろうって思ったらもう変わっていく、その今この終わりと始まりっていうデスのカードが入っていて、もう古くなったものをねもう終わらせるんだって、自分の中で自分の価値観を変えるのかもしれないし、そのお相手とのコミュニケーションや関係性っていうことに対してあなたが信用していく、信頼していくパートナーなんだっていうところを、自分自身がそのお相手のことを受け入れていけるのかどうかなんじゃないのかな。自分のこともそうなんだけど、まず自分が誰かを信じるっていうことをもう一度やってみませんか。やりたいって思ってますよね。だからもう古くなった考え方、思い、過去のしがらみ、過去こういう痛みを経験したからとか、もうそこから抜けていいんじゃないって、何かこう自分を制限していたりとか、一人の方が結局楽なんだとか、そういうところを抜けて誰かと育む絆、家庭とか、そういうことをいいんじゃないって、もう自分に許してあげてもいいんじゃないかっていうふうに出てます。この人とだったら家庭を築いていけるんじゃないかって思いましたよねって、この人すごく頼りになるなとか、優しいなとか、優しさや愛情をかけてもらいましたよねと、もうそこを感じてくださいって。だからこの人との未来をあなたが選択していけば、もう未来は明るいっていう風に出てるんだよって。でも愛情を受け取るかどうかっていうことで迷ったりとか、どこかでね自分の中でガードかけていたりとか、素直に受け取れなかったりとか、何かこう同棲する、毎日ね生活を共にすることで見えてくるものが実はあって、そこに対する恐怖だったり、なんかこう嫌悪感を自分自身で感じているんじゃないか。この人と、またはね誰か人と自分が同じ家で一緒に生活すること、寝食共にすること、何かそこに苦手意識を感じていたりとか、なんかねこう日々積み重ねていくことに対して、あなた自身が不安に思っている気持ちと、またそこに対してね
このお相手とだったらやっていけるかもっていう期待と両方あるんじゃない？その両方あるうちのどっちを取る？だってこっちの方がいいよねって、この信じられるかもって思えたお相手との可能性を信じてね、一歩明日へ踏み出していこうよっていう風にカードが出てきていますよ。自分の不安を今打ち消すとき、自分に打ち勝とうって、もうこのガードしているものからパッて抜けてって、自分がこうやって自由に掴み取っていってもいいんだよって許してあげて、自分のことをっていう風に出てきています。ここはね、そのお相手が動く動かないじゃなくて、あなたなんだよっていうのが出てますね。あなたはどうしたいって、本当はどうしたいのって怖がっていても何もね受け取れなくなっていくよって、今自分が変わるタイミング、新しい人生をスタートさせるタイミングがやってきてるんだっていう風に出てきていますよ。はい。お相手もね、今だって何かこう決めたい、何か言葉をかけられたとか、結婚に対する考え方だったり、将来こうしていきたいねっていうような話が持ち上がったのかもしれません。きっかけがあって、あとは自分の中であなたがまだうまくね消化できていない、なんかこう胃もたれしてるような感じ、まだ昔食べたものを早く消化しないとっていう風にね、カードが促しているような感じもしますね。はい、もうそろそろね過去から離れる時がやってきてるよ。お相手のことを信じる気持ち、ここがすごくポイントで入ってくるんじゃないかなと思いました。そこに何かそうだな、理由があったかもしれない。傷つきたくない、争ってしまった昔のこととかね、自分の心の痛みっていうところに向き合うのが怖い。でも今そこを勝つとき、自分に打ち勝つときだっていう風に入ってきます。じゃあどうしたらいいのかな。いやでもね、もう最初から出てるんですよ。答えは至ってシンプルだよって。でもそれができたら私苦労してないのよっていうのもね出てきてるので、もうちょっと具体的に私どうしたらいいのかな、どうしたらっていうか本当の気持ちって気づいてるでしょ、どうしたら少しでも不安を和らげていけるかなっていうことで、不安を和らげる方法をタロットからもらっていきます。どうしたら不安をなくしていけるかな。お相手のこと信じて、お相手のこと信じて、あなたはすごく愛されてるから、愛されているのすら怖いっていうふうに思ってしまったりもするかな。愛情、お相手と夫婦になることとか結婚っていうことに対して、今回ね結婚っていうのをテーマにしてるので、もうそこにフォーカス当てていくんですけど、夫婦になっていくこととか家庭を築くこととかについて不安を感じていたりとかするのかな。愛情を素直に受け取れないとか、お相手のことを愛してるし信じていないわけでもないんだけど、何かどこかで自分の中でこうセーブかけちゃうようなところがあるのかな。自分自身にもっとね栄養を与えてあげていいんだよ、迷うなって、お相手を信じる気持ちにブレーキかけるなっていう風に出てきてます。あなた自身にもっともっと栄養を与えてあげると、自分の不安を解消させることにつながります。どんな栄養を与えればいいの？そうですね、美味しいもの食べましょう。好きな音楽を聴いて美しい映画を見たり、美しい色に触れたり、または肌触りのいい何かね質感のいいもの、お洋服を着たりとか包まれたりしましょう。五感に携わるようなこと、あなたの五感を磨くようなことをしましょう。五感に触れましょう。自然に触れる、瞑想をする、自分の不安を解消させるために、ストレス解消させるために何かできることをする、自分の好きなことをする、美味しいものを食べる、良い睡眠をとる、しっかりとお風呂に入る、いろんなことがあります。その生活の中であなたが見落としているところありませんか？どこかが足りていない、どこかの栄養が足りていない、食べ物なのか睡眠なのか、愛そのものなのか、芸術に触れる、
いろんな色に触れる、いろんな体験をする、今自分に栄養をたくさん与えて、ゆっくりとリラックスできるようなことをしましょう。そうすると自分自身をより愛していけるようになって、前向きになっていけます。そして気がつくと、私なんでこんなことで自分自身にブレーキかけていたんだろうっていうふうに思えるようになります。そうすると自然とあなたは立ち上がって、明日未来へと向かって歩み始めることができます。そのお相手を決して信じていないとか不安とかそういうことじゃないんだけど、でもどこかで自分の中でそうしちゃうところがあるんだって。でもこのお相手ってすごく頼りになる方ですよね。話もちゃんと聞いてくれる、相談にも乗ってくれる、愛情もかけてくれる、毎日を大切にしてくれる、あなたを信頼してくれる、十分に愛情を受け取ってる、感じてる、分かってる、すごく素晴らしい人だって。だからこそ自分がこの人と一緒にいていいんだろうかっていう不安もあるし、でもそんなこと考えないでっていう風に入ってきます。じゃあお相手があなたに伝えたいことっていうことで見ていきましょう。あなた自身が自分自身に嘘をつかないこと、今逃げずに自分自身と向き合って自分の痛みを乗り越える時です。まるでさっと現れた王子様のような存在、自分の日常に色を与えてくれた存在としてお相手がいるのかもしれない。そのお相手が今あなたに伝えたいこと、3枚もらっていきます。はい、ではこちらのオラクルカードからもお相手からのメッセージで1枚もらっていきましょう。すみません、これ採用しないで1回しまってもう一度やり直していきます。申し訳ありません。切っていきましょう。はい、こちらのカードをもらっていきます。はい、真っ暗闇の中でも自分たちの星、輝く希望、願い。星っていうのは願いとか希望を表しているので、自分たちの希望を失わないでっていうようなメッセージ。お相手どんなに暗い中にいたとしても自分たちの夢、願いとかを忘れないで抱きしめておいてっていうような、あなたに伝えたいよっていう風に出てきています。ちゃんと見つめてって、自分の中にも眠ってるでしょ、本当の願い、気持ちって。自分たちがどうありたいのか、どうしたいのかっていう風に本当は眠ってるよね、そこちゃんと見つめてねっていう風にではお相手からあなたに伝えたいことを、何かこれはスピリチュアル的なことが入ってくるかもしれません。不思議なご縁というか、魂の記憶、生まれる前からの使命があります。そしてあなたの喜び、輝きが誰かの灯火になることが、それがあなたの使命なんですよっていうこと。そして過去の自分の解放、リリース yourself、 もっと輝いていい、あなたの輝き、その輝きが灯火になるんだ、光なんだよっていうこと。あなたの痛みは少し不思議な話になるかもしれないけど、魂の痛みとしてもう刻まれているもの、それを今手放す時がやってきてるんだ、その時がやってきてる、もう終わりにして次のステップを踏んでいきましょう。自分自身の痛みを乗り越えるとき、ガードかけなくていい、どうしたらいいのって、過去の自分とさよならして自分自身を解放して、そしたらあなたはもっと輝ける。そのあなたの輝きは2人の明かり、2人を照らしてくれる灯火になるんだ、それがあなたの使命なんだよっていうふうにお相手が伝えてくれてるんですね。はい、ちょっとスピリチュアル的なメッセージになりますが、それが2人の魂をつなぐものなんだっていう風に、あなたの輝きがこの2人の暗闇を照らしてくれることになるだろうっていう風に伝わってきます。過去の痛みからあなたが抜け出す時ですっていうのが入ってきました。はい、これもぜひお受け取りください。そうですね。
じゃあもう少し具体的に私はそのためにどういうことをしていけばいいのか、先ほど言ったこのね出した2枚の他にもう少し具体的にどうしたらいいのかなっていうことで、デジローフこちらからムードのカードです。このムードっていうのはキーワードとして気分、気質、これらをコントロールすることですっていうメッセージです。雰囲気っていうのもね表しています。ムードだからね、自分自身の雰囲気、身にまとっているオーラとかね、そんなエネルギーとかそういうことで言葉としてお伝えしたらイメージしやすいかもしれません。あなたの周りの雰囲気、これらを輝かせていきましょう。今輝きっていうワードがねすごく入ってきていたので、そのためにも五感を磨いていく、もっともっと自分の心に豊かさ、栄養を与えていくことだよっていうねアドバイスもあったので、そしたらもっと輝いていける、ビカビカに輝くというよりは、この星のきらめきのようにね、静かな暗闇の中にねほわんとね光り輝くような存在になるのかもしれません。こんな風にねイメージしておくといいのかもしれない。今自分の気分の上がるもの、そして自分自身の身にまとっているオーラの質を上げるためにも、女帝のカードですね。自分の豊かさ、実り、そして愛情、自分に愛をかけてあげる。はい、このようなことをしてみてください。そうするとよりねあなたの質が高まっていって、本当の自分の手放すことっていうのが見つかってくると思います。2人は結婚できますか？それはあなた次第ですという結果になっています。でもそれを可能にしていくことが十分できる、そのための具体的なアドバイスも出しましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。今回は結婚できますかということにもう集中して焦点を当てて見ていきました。個人的には結婚がもう全てではないと思ってるので、結婚っていうのにとらわれずに人生のパートナーとして、捉えてもいいんじゃないかなっていう個人的に思ってはいるんですが、今回テーマとしてはもう結婚っていうところにもう焦点を当てて見ていきました。では今回ねプチ3択占いを行っていきます。今回のテーマとしては、今現在交際している方をメインとしてリーディングしてるんですが、もちろんね片思いの方でも見ることができます。そしてじゃあもう共通メッセージなので、今その好きなお相手または交際している恋人に対して、今私はどんな風に働きかけていったらいいのかな、また相手はどんなことを感じてるんだろうかっていうことで、ルノルマンカードでもらっていきます。3択占いなので、左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。まず私ってどんな働きかけをすればいいのかなっていうことで、出しました。では次もう一度切り直して、次お相手ですね。お相手って今どんな風に私のことを感じてくれるのかな、私のことを感じてくれてるのかなっていうことで1枚もらっていきます。で今回はね2枚組み合わせて見ていきます。次はお相手の気持ち、はい、ではこちらで左、真ん中、右でお好きなものをお選びください。それではお選びいただいたでしょうか。早速左側から見ていきましょう。左をお選びいただいた方、まずお相手、今私に対してどう思ってくれてるのかな。犬のカードです。すごく信頼してるよっていう風に、心からの信頼、そして2人で一緒に過ごす時間とかも大切にしてくれてるし、一緒にいて楽しい、遊びたいっていう風に思ってくれてると思います。じゃあ私はどういう風にお相手と向き合っていけばいいのかなっていう風になってくると、蛇のカードです。あなたの魅力が十分お相手に伝わっているから、だからこそ自分に自信を持って
余裕も持っていきながらね、お相手と末永く交際していくためには、蛇っていうのは自分の心のしがらみとか心に絡みついてくるものっていうことで取ることができます。つまり分かりやすく言うと、嫉妬、欲望とか束縛とかね、そういうことも表しています。だからお相手の純粋なこのワンちゃんのねカードに対しての蛇だから、自分自身の中の息苦しさっていうのを取り除いていきましょう。お相手と向き合っていくために十分魅力的だから、不安だ、魅力がないんじゃないかって思ってる方は、その不安を取り除いて自信を持っていきましょう。逆にお相手のことが信じられないとか、他に好きな人がいるんじゃないかとかね、嫉妬しちゃうとかっていう方は、お相手純粋にね、もうあなたと一緒にいて楽しいとか信頼してるっていう風に言ってくれてるので、そこを信じてっていう風にね、そのように出てきています。どうやったら信じられるんだろうっていう風にね、あなたの中で模索するのもいいのかもしれない。自分の中で納得できるまでね、解決方法っていうのを見つけてみてください。じゃあ次、真ん中をお選びいただいた方、お相手はどんな風に私を思ってくれてるんだろうか。船のカードです。いろんなことがあった。だけどこれからはもっと自由にね、風を感じて、もう海原へ出ていくんだ。新しい気持ち、挑戦する気持ち、冒険する気持ちのようにワクワクしている気持ちがここから出てきています。何か前へ進みたいっていうようなのも出てくるので、あなたとこれから前進していきたい、仲を育んでいきたいとかね、前向きに考えてくれています。ではあなたはこのお相手とどう向き合っていけばいいのかなっていうことで、無知のカードです。お相手に何か言いたいことがあるのかもしれません。または自分自身でブレーキをかけていませんか？自分自身に厳しくしすぎていませんか？一度見直してみてください。お相手が大きな海原、自由な空、風を感じて進んでいきたいっていうことに対して、あなたはぎゅっと目の前にあるムチを握りしめています。さあ、この空間の違いを感じてください。お相手に身を任せて、あなたも大きな空へ、大きな海へ向かって船に乗り込んでいきましょう。そしてまたこのね、大きなお相手を、実は舵を取っていくのはあなたなのかもしれません。うまく誘導していってあげましょう。優しくしてねっていう風に入ってましたね。では次、右をお選びいただいた方、お相手は今あなたに対してどんな風に思ってくれてるのか。クローバーのカードです。毎日あなたと過ごす時間大事だよ。一緒に話したり、連絡取り合ったり、こんな小さな日々がとっても愛おしく感じる。そんな穏やかなカードが入ってます。それに対して、じゃあ私はどうやって向き合っていけばいいのか。ブックのカードです。どうやったらお相手とこの素敵な時間を十分に味わっていけるのか、どうやったらもっともっと美味しくなれるのかなっていうふうに考えてください。いろんなアイディアが出てくるでしょう。あなただったらたくさんのアイディアを生かして、もっとね、より良い美味しいものに仕上げていくことができます。だからいろんな情報を集めて、お相手ともね、情報交換していきながら、つまり会話とかね、いろんな情報を重ねていきながら、自分自身もいろんなね、レシピを取り入れて美味しい料理を作り上げていきましょう。お相手と一緒にねっていう風に、幸せを感じてねっていう風にカードが出てきています。今回はこのように2枚ずつね、カードを出してプチ占いを行っていきました。幸せな気持ちになれるように、ぜひ自分自身工夫してみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。そしてね、今回こちらのお香を使わせていただきました。こちらですね、マリア・ジュリエールのフォーリンラブです。結婚をテーマにしているので、愛してるよ、フォーリンラブ、恋に落ちる、愛は全てだっていうね、そのような気持ちでリーディングさせていただきました。すごくとてもね、美しい香りがするんですよ。で、香りがするので、途中ね、使い分けていきながら、このお香を使っていきました。ずっとお香を焚いていると、かなりね、この素敵な香りが、部
部屋中に漂っていくので、少し炊くだけでもすごい香りがするんですよ。なので少しずつというか、自分で調整してやっていました。なのでこのようにね、途中で入れ替えたなっていうふうに思った方もいるかもしれませんが、説明しとくとそういうことでした。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。